始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は僕がデッキを作ってきました。はい。1万円逃走者です。久々の。おお、1万円ですね。いいですね。格安と。だいぶ格安です。まずこれから始められる方は1万円でこれで始められたら結構楽しくできるんじゃないかなっていう自信があります。なるほど。はい。まあそのデッキの紹介の前に、はい。今度またイベントやることになりまして、おお、いいですね。イベントの告知だけさせていただきたいんですけど、はい。一応2月23日にやることになりましたんで、はい。はい、概要欄貼っておきますんで、はい、よかったら来てください。はい、ぜひご参加をお待ちしております。今日の逃走者を発表させていただきます。はい。今日は最新の成長オヘルカスレムになります。おお、神ですね。こいつはいつも僕が動画内で最強だ最強だと言ってるカジュアル界最強の王。緑だと強いと。緑だとこれ安いです。安くて強い。600円ぐらいなんですよ。おお、いいですね。だからこれもしかしたら1万円でいけんじゃないかなと思いまして。なるほど。で1万円でいきます実際。はい。1万円でも結構オーバーパワーなんじゃないかなぐらいのぐらい強いです。はい。で一応能力まず説明させていただきますと、緑5マナで6号トランプルみたいな6号トランプルですよ。でプレイヤーに戦闘ダメージを与えるたびその点数に等しい枚数ライブラリ上から公開します。はい。でその中からクリーチャー最大1枚土地最大1枚選んで戦場に出していい。強いっすよね。強いっすよ。これはしかもこれ両方いけちゃうという。はい。まあ緑の踏み倒しですね。踏み倒しです。はい。残り無作為にしたと。はい。で死亡した時能力がついてまして、はい。追放されなかったらの話です。はい。はい。死亡しましたら土地になります。うん。で土地になりましてで普通に緑加えられます。はい。はい。で10個以上パーマネントをコントロールしていると起動できるんですが、はい。3マナタップでこいつを変身させます。はい。変身させるとどうなると思いますか？まあ元の、第一面に戻る。第一面に戻ります。ということですよね。はい。戻るサイクルです。はいはいはい。この神のサイクルの特有の能力ですよね。結構強いです。はい。これちなみに裏のパーマネントは土地も含めるんですかね。土地も含めますね。おお、強い。これはいいですね。じゃあ単純にランプしていってれば、まあ自然と起動できるようになるってことですね。もちろんです。しかもこれかえって来やすいですよね。追放されない限りは逃走してる領域行くことはないと思います。なるほど。じゃあ基本的に例えば全体除去とか打たれても、基本的には土地になってで、そうです。次行くっていう感じですかね。まあもちろん10個パーマネントなかったらあれですけど、大体もう10個ぐらいいってるんで。はい。まあ際どい8ぐらいだったらどうします？戻します。さすがに戻す。これを含めて10個なんでね。はい。ギリギリいけるかもしれない。結構際どいとこですよね。じゃあ戻すかどうかっていうのも結構悩ましい可能性も。いやほぼないです。ほぼね。そうですよね。まあ実際そうですよね。一回あったのが速攻つけられる状態の時の場合だけ戻します。あー、なるほど。調和の中心じゃないけど、まあそういった感じの。なんか稲妻の線当てみたいなのが即そのブーツみたいなのがある状態だったらこれを逃走者領域に戻すことはありました。はい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 。そしたら速攻で殴っていけるんで。はいはいはい。まあそれぐらいですかね。まあどんな感じのプランになるかっていうのをまずご説明するんですが、まずまあ5マナまでとにかくいきます。まあ緑ですからね。でできればマナ加速はパーマネントがいいです。まあじゃあ土地を増やすようなカードだったりとか、まあ単純にマナクリとか。マナクリもそうですし、あと例えば楽園の拡散みたいなエンチャントするやつの方がなるほど増えるんで、パーマネントソースが増えるから増えるんで、はい。できればエンチャントは全部入れていただいて、はいはいはいなるほど。はい。そうすると10個になりやすいんで、はい。でまあこいつまず5枚出しますよね。うん。殴りますよね。はい。そしたら土地とクリーチャーが1個ずつ大体出てくるぐらいの計算で組んであります。なるほど。まあ土地はほぼめくれるんで、はいはい。確実に土地乱搬してクリーチャーまあどっちかはいけると思いますので。何枚めくるんでしたっけ？これはパワーに等しい。いや通ったダメージです。
通ったダメージ、なるほど。だからこいつを大きくするみたいなプランも一応考えたんですが、まあ6-5っすよ。空いてるとこどっかしらあるやろみたいなところとか逆に言えば小物のところとか。そうですね、あとブロックしたくないなみたいなプレイヤーもいるとは思うんで。いると思いますし、結構6-5で殴ってこられると結構相打ち上等なんですよこいつは。そもそもだってこっちは死んでもリスクないじゃないですか。土地になってる関係ないんでって言って殴りに行くと大体通ります。でもめくっても別にいいんで、最初処理することぐらいしかこいつを処理する手段っていうのはないです。なるほど。このデッキ手の内さらしちゃいますけどソープロだけはちょっと嫌だなみたいな。ソープロパスだけ嫌だなっていうのは一応負けてる。土地増えるから確かに、でまずどんなクリーチャーがめくれればいいのかっていうのを、格安のカードでご紹介しますと、まず、ゾパンドレル、これは説明を省きますが、ゾパンドレル意外と安いですから。これ系って結構高かったイメージあるんですけど、緑は安い。結構400-500円で買えるかも。そんな600円とか言ってもそんないかないと思います。なるほど。ゾパンドレルはかなり安いんですよ。確かにあんまり見かけないでしょ緑はでしかもフィニッシュ級なんで、めくれたら次のターンには勝てるんじゃないかなっていう。しかもこれ、サクって破壊不能にすることも全然容易にできますんで。なるほど。こいつは強いです。まずこいつは説明を省きます。で、他にどんなカードがファッティで入るかっていうのを説明していきたいんですが、まず上陸系、上陸系ある程度入ると思います。なるほど。土地出せますから。土地伸びますから、上陸系の中でおすすめなのがこのオランリーフのハイドラというカードなんですが、6マナ55トランプルで上陸すると11カウンター1個起きます。それが森だと2個起きます。おー、なるほど。で森上陸しますんで、こいつ一旦に2に上がっていきますトランプルです。2どころじゃないんじゃないですか。確かにランプルそうですよ、攻撃誘発で伸びたりすればもっともっと伸びる。化け物ですであとおすすめのファッティ、安いファッティ、結構ねファッティって意外とちょっとお値段したりするんですよ。しょうがないですね。ちょっとっすよ。ちょっとなるべく格安のやつ紹介していくんですが、まず群れの召集者というカードなんですけど、7マナ86トランプル無人です以上です。やばくないですかこいつ。86が全員に殴っていくんですよ。結構圧があるこれ多分すごい安いんで50円ぐらいだと思うんで入れてください。あとこれも結構この間驚かれたいいカードなんですが、体重揺らしのキマイラというカードなんですけども、7マナ85です。でこいつをブロックできるクリーチャーは全てこいつをブロックします。嫌だな8号ブロックしなきゃいけないっていう。でかつこいつが死亡したらカード3枚引けます。おお、強くないですか。いいですね。でどんな時に使うかと言いますと、相手の1人盤面投げ払ってそこにオヘル投げるに行くんですよ。なるほど。そしたら絶対6点通るんでカナドオヘルが通るようになるとそうです。かなり相性がいいです。であとは最近追加されましたこのカードおすすめなんですが、フィーリーズ団のブラウリオス、逃走者で気になってるって言ってましたよね。こいつ結構いいです。能力5マナの土地のクリーチャーです。で攻撃するたび成長の螺旋ができるという、バンドルをして土地を伸ばせる。土地っていうのも結構強いですしアドになる。土地伸びそうですもんね。伸びても土地のクリーチャーはもういっぱいいると思いますだからアシャヤとかちょっとお値段するんですよ。アシャヤは確かにしょうがない。アシャヤはコンボとかもあるんでそうなんですよ。だから意外とね安いファッティって限られてくるんで、今安いファッティを紹介してるんですが、なるほど。あと次はねタラスクというクリーチャーなんですが、ダンジョン&ドラゴンズのなんかクリーチャーみたいなんですけど、9マナ10 9マナ10でこいつがもし唱えられたら、能力で場に出た時はダメなんですが、唱えられたら速攻と5砲10を持ってます。これ5砲10はずっと持ってる感じなんですかね。唱えられたものである限りってことは唱えたタラスクはずっと5砲10なんだ。変な勝ち方ですね珍しいですね。で攻撃するたび
防御プレイヤーがコントロールしているクリーチャーと格闘します。おやばくないですか？強いこれは。重々ですよ。重々で格闘は実質だから1対除去みたいな。除去してダブルにいけるみたいな。はい。結構こんなファッティちゃんが入ってくんですが、はい。こんな感じでそうオヘル殴って、こいつらを出してってみたいな。想像容易にできますよね。はい。でドロソはなるべく鋭い感覚第6巻みたいなダメージを与えるとドローみたいなカードが結構緑はありますんで、あと無色もありますんで、そういうので手札を回すぐらいの感覚でちょっとだけドローします。なるほど。あと一応パワー参照もできますし、パワー参照系のドローってことですよね。もうできますし、あと不死の典型横並びするとその分だけドローでなんか4点ゲインっていうおまけがついてるんですけど、この間40点ゲインしました。40点ゲインできる状況ってほぼ盤面勝ってるんじゃないかってぐらいすごいけどとかでねドローしてって、あとガラクの放棄とか、これかなり相性が良くて、これいいカードですよね。場に出た時と、あとこれ4以上のクリーチャーが場に出た時カード引けるんで、4以上のクリーチャーは容易に出ますよね。いっぱいいますよねこのデッキには。なんでどんどんドローできる上にトランプルがついてるという。トランプルはいいテキストですよね、これは。で今の感じでどんどん増やしてって、で最後フィニッシュカードなんですが、フィニッシュカードは圧倒する暴走。これお決まりのパワー参照の横並び、パワーオーバーランみたいな、であと大軍の功績、全部にトランプル付与して感染、横並びしてれば、めっちゃダメージ入りますよね。ちょっと気になったんですけど、このデッキって、なんかどちらかというとファッティがいっぱい、入ってるようなイメージなんで、なんか小物が並ぶようなイメージないんですけど、こういうオーバーラン系ってやっぱ小物が横にいっぱいいた方がいいのかなって思ったんですけど、そう思います。それは確かに。だって小物といったらマナクリぐらいじゃないかという意見もあるんですが、実はこれなぜ並ぶかという仕組みがありまして、殴ります。1枚めくって土地1個出します。大体それぐらいの計算です。そうですね。手札にあるファッティもう1体出します。ああ、なるほど。そこの時点で6マナあるんですよ。そういうことですね。そうすると1ターンにファッティが2体増えていくという計算になります。なるほどなるほど。そうすると横並び結構するんですよ。単純に。単純に。1体にだから2体ずつクリーチャー増えていったら、それは最終的には横並ぶよね。そうです。で流されたとしても1ターンに2体ずつ増えていくんで。なるほど。そうすると結局横並び一番してるのは自分なんですよ。なるほどなるほど。大量物量作戦みたいな。もうでかいやつをいっぱい並べる。そうですそうです。それ相性のいいカードっていうのがこの起源の波というこのカードになるんですが、これはいいカードですよね。これも3マナ X で X 枚めくって X 以下のパーマネントを出せる。これ X10 で打ちましたこの間。爆発しました。いや10ぐらい入れた方がいいですよこのカード。もうぜひ打ってください皆さん。結構楽しいです。あとおすすめなのが不自然な成長っていう5マナのエンチャントなんですけど、見たことある気がするけどなんだっけこれ。パワータフネス全部2倍です。なるほど。4つのシンボルでめっちゃきついんですが、緑単なんで関係ないです。関係ないです。これから緑単の一番使いたいカードこれ。強いですね単純に。緑単あと新しく強化されたカードありまして、非常識な図体という。これも見ましたね。ファンデーションズで。そうですね。いいカードですよね。これこれから永遠に出てきます。この緑系のデッキだと。これ永遠に出てきます。こいつは7マナのソーサリーで、あなたがコントロールしているすべてのクリーチャーは重々修正を受け警戒を得る。いいカードですねこれも。さっきの計算だと横並びしてる上に全員10プラ10みたいなことになります。トランプルがねガラクのやつとかでついてれば、もうみんながわーって殴ってトランプルで貫通して勝ちみたいな。だいたいついてるやつがいるか、もしくは元からついてるやつも結構いるんで、もう貫通するのもそうですし、もう普通に重々修正だったら終わります。確かにラノエル1111ですよ。嫌だなそんなラノエル見たくない。であと一応ワンチャン決まる可能性としまして、
森の目覚めというカードがあるんですが、はい、これ3マナのソーサリーで、土地が2/2の土地クリーチャーになります。はいはいはい、土地が並ぶ計算なんで、なるほど。土地が殴って3マナで土地殴ってったら、はい、意外とこの 2×10 ぐらいで決まる、13マナある状態でやったら、そうですそうですそうです、はい、意外とこれも決まる可能性があります。これ破壊不能つくのいいですね。いいですね、確かに。はい、であと、サブプランとしまして、はい、勝てる可能性といいますか、緑なんで当然このノームが入ってきます。ノーム、なるほど。これが、実はフィニッシュ手段はノームがフィニッシュ手段っていうのはよくあるんですよ。どういうことかよくわからないですけどちょっと説明いただいて説明しましょうか。はい、例えば4人対戦で2人倒せる状態、はい、とかもしくは残りが1人にできるんだけどちょっと点数が足りないっていう状況が生まれるんですよ。なるほどなるほど。でそう1対1を所望したら返しで負けちゃうな。あるあるですよね、逃走者の。でもいいか殴りに行くかと見せかけてノームがあるという。なるほどなるほど。そういうことですね。そうです。これはノームは一旦すらせたらこっちの打点は半端ないんですよ。はい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 。そうですよね。そうです。これ実質追加ターンと一緒なんで、最後1対1にすればってことですね。そうですそうです。1マナの追加ターンです。なのでノームでフィニッシュできるデッキであるということになります。盤面はめちゃくちゃ強いからってことですよね。そうですね。はい、はい、で以上がプランなんですが、はい、1枚だけ面白カード、これは緑タンをすごい得意な方のご紹介で1枚紹介してもらったカードが1枚だけあるんですが、はい、茂みの祭王というカードご存知ですか？いや知らないですね。これはねみんなに知らないですって言われる結構いいカードです。はい、5マナの緑のエンチャントです。はい、こいつが場に出た時クリーチャー1体対象とします。はい、それのパワーに等しいカウンターを乗っけます。どこにそいつにです。11カウントで、はい、じゃあパワーが2倍にパワーとタフネスが2倍になります。なるほどまず、はい、相性ある程度いいじゃないですか。その時点で、はい、その時点で終了ステップの開始時に最大のパワーを持つクリーチャーをあなたがコントロールしてたらカードを2枚引きます。2枚引けるんだ。これよくないですか？いいですねこれは。強化して引ける。緑タンとしては結構ありえるんじゃないかなと。なるほど。いいカードですね。なのでおすすめになります。はい。そんな感じで一応オヘル紹介してったんですけど、はい、いかがだったですか？本当に緑らしいというか脳筋、本当になんで初心者向けっていうところにもね、なるかなって思いますし、あと、今回紹介いただいた、結構格安なファッティっていうのがありますけど、もうそれすらも買うのが嫌だって人はもう手持ちにあるやつ入れちゃえば、緑でマナ息高いやつ全部入れればデッキになるんで、やりますなります。なので一応高評価80いただければ公開いたしますんで。リストですね。リスト、はい。なので高評価お願いします。はい、よろしくお願いします。こいつに入りそうな緑のファッティファッティですか？コメントいただければと思います。チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。